こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました、店名から外観から気になって仕方がないお店を巡ってみようのコーナーでございまして、本日は神奈川県横浜市の港南区の方に来ておりまして、もうお店の前にいるんですけれども、ラーメンドラゴンチさんでございまして、ドラゴンチ、竜が住んでいるといったことなのでしょうか。ここに佇まいから何からすごくいい雰囲気出てますよね。でこう見ていきますと、ドラゴンラーメン7つの扉、0級優しい味、初級一般人向け、中級平凡な辛さ、上級辛党の登竜門、ドラゴン級過激なうまさ、スーパードラゴン級美味しいのはここまでで、ファイナルドラゴン級一切の責任は負いませんと書かれてあります。そういう激辛メニューもあったりするお店なんですね。そんでこんな怖い感じのこと言ってそうなんですけれども、この辺マスクがないと入れません。かわいい折り紙で表現されておりまして、この看板ですよね。看板真っ白かなと思いきや、店主さんでしょうか。控えめな写真がありました。では入っていきましょう。失礼します。ごめんください。失礼します。失礼します。店内カウンター席、こちら座らせていただきましょう。ちょっとメニュー見ていきましょうか。こう取っていきますと、どのラーメンも太麺、中太、細麺選びますと。でちゃんとこのフォントもね、太くしたりとか細くしたりとかなってますね。でトッピング2点盛りとかはお得な半熟卵と海苔150円になってたりとか、お得感もあったりする中で、人気ナンバーワンドラ担々麺であったりとか、ドラタンチャーシュー麺、ミニドラ担々麺とか担々麺なんですね。でドラゴンラーメンとかいい名前のメニューがあるんだ。大野菜ドラゴン、なんかすごそうな名前の。で石焼き辛味噌麺とか、待て、大野菜ドラゴン、その名前聞いちゃったらもうそれ行きたくて仕方がなくなっちゃいますよね。お持ち帰りメニューなんかも豊富だったりしますけれども、ではこの大野菜ドラゴンにこの店長一番のおすすめチャーシューをトッピングしてみましょうか。大野菜ドラゴンにこのおすすめチャーシューをトッピングしつつ、辛さ中級でお願いします。はい。そして店内はこのカウンター席プラス4人掛けのテーブル席もありますね。そしてやはりね、混雑時のアナウンスなんかもあったりしまして、人気店なのも伺えますね。いただきます。ボリュームが出ました。丼でか、なんじゃこのそびえ立つドラゴンチさんというだけあって、もう隆々とお野菜がそびえ立っているといったイメージでございまして、そもそもの丼すんごい大きいんですけども、そしてスープが赤いだけじゃなくてですよ、お野菜たちもこれ赤いですよね。もう火を吹いてるみたいな感じになってますが、食べていきましょう。いただきます。さあ怖いぞ。どのくらい辛いんだろう。中級で注文したんですけども、十分赤いのがいっぱい紛れ込んできてますよ。大丈夫でしょうか。喉にピリッとくるけどうまみの辛さだ。美味しい。これボリューム感もすごいんだけど、うまみがすごいぞ。でほうれん草なんかもあったりするのすごいよね。ちょっとじゃあ麺を引っ張り出していけんのかな。この大野菜、まずネギちょっとこうやって一旦避けていただきまして、下山していただきまして、こう一旦麺は諦めた。これもうまい。ピリッとシャキシャキの味付けもやしってことだね。で改めてやっぱりね、すっごい器のサイズ感ちょっとわかるかな。本当に
上から見た時のこの面積の違いね、目の前でのド迫力感すごいんですけれども、じゃあそろそろ麺の方ちょっと行ってみましょうかね。ちょっと一旦諦めて、もうちょっとお野菜行こう。いや、そんでね、このくらいの辛さにしてもやっぱり食べていくとどんどんね、汗が噴き出してきますね。そろそろやっぱりね、野菜に一旦ちょっと避けていただきまして、チャーシューも美味しそうだけども、まず麺からいきましょう。きた。一旦麺を引っ張り出していって、はい、やっぱ量もすごいよね、基本的に。うまっ。ちょい縮れの中太麺で、麺の奥からね、甘い旨味も出てきますので、この辛いスープと合うね。というかやっぱダイナミックなビジュアルだよね。で、お野菜とかをなだらかにして天地返しもして、そっからね、やっぱりね、全然減らない、すすっても吸っても減らないっていうくらいのボリューム感がありまして、チャーシュー美味しそうだね。はい、これ。じゃあまずチャーシューいっぱい入ってますから、オンリーチャーシューでいきましょうか。柔らかうま。舌がね、このチャーシューと一緒に口の中でくつろぐイメージのチャーシューだわ。チャーシューめちゃくちゃ舌触り最高だから、人をダメにするそばってありますけども、舌をダメにするチャーシューだ。うますぎて。ではチャーシューで麺を抱きしめていきましょうか。後ろから抱きしめるやつやりましょうか。味のトレンディードラマのキムタクやりましょうか。いや、麺とチャーシューのコンボも半端じゃなくいい。チャーシュー柔らかいって言いましたけど、やっぱ肉感も楽しめるんです。もちろんそれがこのちょいもっちりの麺とね、絡んでくる感じがまたたまらないよね。で、今度はチャーシューの上に具材を乗せるっていうパターンでいってみてもいいかもしれませんけれども、でやっぱりそうだね、このラーメンなんか最初のデカ盛り感に圧倒されてたんですけども、めちゃくちゃ美味しい。このすごいデカさに最初に目奪われるんですけども、そうじゃない、可愛いとかじゃなくて歌唱力すごいよっていう歌手みたいな、そういうちゃんと実力あるよみたいな、うまい、本当にうまいな。だからこの中級の辛さプラス中太めっちゃいいですし、チャーシュートッピングしたらなんかね、さっきからずっとチャーシューあるでしょ、掴むたびに。そしてこちら癖になるうまさ、粒ニンニクあります。一粒10円で書いてあるんですけども、そんな中私卵いっちゃいました。これ見つける前に卵いっちゃいまして、これはもうこうなると龍玉ということになるのでしょうか。絶対に相性バッチリじゃん。はい、来ました。ちょっと沈めての、はい、こう来て、で片方これでもうこういっちゃいましょうか。最高にフォトジェニック。めちゃくちゃ合う。これむちゃくちゃピンポイントで僕の好みにズバッと当たってくるやつ。マリオカートで前の人に緑の甲羅ぶつけるくらいのピンポイントですごく嬉しい、大当たりで嬉しいってやつ。そして気づけば減ってきましたね、とうとう。そして減ってきたって言いましたけれども、これでもまだよく考えたら
普通のラーメンね、実は1杯分くらいの量あんのかなっていうくらい残ってます。そのくらいの、さすが大野菜ドラゴン盛り。そして改めてスープのコクと旨味、そして香り高いラー油感ですかね。はい、ごちそうさまでした。というわけで食べてまいりました、ドラゴンチさんの大野菜ドラゴン盛りのラーメンでございますが、いやとにかくね、ボリュームもさることながら美味しかったな。このお店の味を一回覚えてしまったら、他のお店ちょっと物足りないんじゃないのかなと思うくらい、うまみガツンのむちゃうまメニューでございました。で、こんだけさ、なんか減らないなとか思いながら食べてる間もずっと幸せでしたし、食べ終わって今またすぐあの味に会いたくなっちゃうみたいな、そんな素晴らしいお味でございました。気になった方は食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ。だから紹介しますけれども、 SSM さんからのコメントで、ハイジさん、佐久間先輩が留守中勝手に家に入ってキッチン使って大丈夫ですか？そんなことあった？佐久間さんが僕の留守中に勝手に家に入ってキッチン使ってたことがあったかな？あったら、でもさすがに一番尊敬してるね、佐久間一行兄さんですらなんすかって言うかもしんない。ちなみにそんな佐久間さんと3月27日土曜日にアゴイオン会 in 大宮、そしてヨイン会という2つのトークライブがあります。トークライブとはいえね、その中でいろんな企画用意しておりまして、このために撮影してます動画なんかもね見てもらったりとか、ありますので、下の概要欄にもしよかったらチェックしてみてくださいという告知。ゴーゴーヨッシーさんからのコメントで、ハイジーさんってコナンでいつも2番目に殺される役の方ですよね。そんなキャラいるの？コナンでいつも2番目にやられちゃう人がいるの？っていうか、なんで復活してまた出てきてんの？でまた2番目にやられちゃうんでしょ？何そのキャラ。沢田光一さんからのコメントで、ハイジーさん出かけたり帰宅したりしてますね。どちらかにしてください。大変なことになっちゃうよ。どっちかにしたら出かけたまんま捜索願い出されちゃいますし、帰宅したまんま全然出かけないの。妻と娘からどっか行けやって言われちゃうかもしんない。家でずっといるんじゃないよって言われちゃうかもしんない。悲しい思いする。そしてポムさんのコメントのコーナーでございまして、山本正俊さんからのコメントで、パイティは大福風のポムさんとチョコマン風のシマちゃんどっちが好き？何これ。だから前から言ってんじゃん。ポムさんって何？ポムさんが僕まだ分かってないの。そこついていけてないから、ポムさんが何っていうところから入って、パイティはもういいよ。パイティもハイジーね、ハイジーですけど、パイティはいいとして、大福風のポムさんとチョコマン風のシマちゃん。シマちゃんも誰？何このコーナーで、さらにこのコーナーにまた送られてきてるんですかね。水谷文明さんからのコメントで、ルンルンちゃんいびきかいて寝てます。誰？ルンルンちゃんはポムさんにとどめておいて、せめて。でポムさんが何なのかみんな教えて。